今回はメッシュワークベンチの中のリファイン、間引き、拡大縮小について解説します。最初に、リファインについて説明します。このコマンドは GMSH メッシャーを使用してメッシュオブジェクトを再メッシュするものです。このコマンドを使用するには gmsh.exe をダウンロードする必要があります。ダウンロードは Web ブラウザーで GMSH を検索し、このページを表示します。そしてダウンロード項目より、自分のパソコンに適合したファイルをダウンロードしましょう。ダウンロードを行ったら、次に、この ZIP ファイルをすべて展開し、適切なフォルダーに保存します。回答したフォルダーを開くと gmsh.exe というフォルダーがあるのを確認してください。このファイルを使用してリファインを行います。それでは、フリーCADに戻り、リファインを行ってみましょう。最初にリファインを適用するメッシュを選択します。そして、リファインボタンをクリックします。すると、このような設定画面が表示されます。次に、先ほどダウンロードしたファイルのパスをここに入力します。このダイアログボックスを使用して、gmsh.exe ファイルを選択し、開くを押します。するとここに gmsh.exe のパスが表示されます。この状態でパラメーターを設定していきます。メッシュ作成項目では、プルダウンメニューにより、いろいろな手法を選択することができます。ここでは、自動を選択し行ってみましょう。次に、最大要素サイズと最小要素サイズを入力します。ここでは0と入力されているので自動として機能します。それでは、この設定で適用してみます。すると、パスの下に進行状況が表示され 3D ビューに反映されます。こちらのメッシュが元の図形で、こちらがリファインした図形です。それでは、元に戻してもう一度、行ってみましょう。最大要素サイズを 10mm に設定します。そして最小要素サイズを 3mm と設定します。履歴をクリアボタンで消します。そして、この設定で適用してみましょう。すると、このようにかなり粗い表面で再メッシュされたことがわかります。これがリファインコマンドです。次に、間引きコマンドについて説明します。画面には、同じ粗さのメッシュを並べてみました。右のメッシュに、間引きを適用します。こちらのメッシュデータを見ると、点が480、線が1383、面が904となっています。右側のメッシュも同様に内容を確認すると、同じ内容となっていることがわかります。それでは、こちらに間引きを適用してみましょう。このメッシュを選択した状態で、間引きボタンを押します。すると、このような設定パネルが表示されます。縮小オプションには規定値として、間引きのパーセンテージが表示されています。絶対番号オプションをチェックすると、面の数を設定することができます。左側には最大数が表示され、右側には設定する数を入力します。今回はパーセントで入力していきます。交差は、この値を高く設定すると、より大きな変更となります。また低く設定すると、小さな調整のみが行われ、形状は元の形状に近くなります。それでは、50% の間引きで実行してみましょう。実行結果は外見上ほとんど差がありませんが、それぞれのメッシュのデータを見てみると、違いを確認できます。変更してないメッシュを見てみましょう。点が480、線が1383、面が904です。次に間引きしたメッシュを見てみましょう。こちらは、点が252、線が703、面が452となり約半分となっています。それでは、元に戻してもう一度、実行してみましょう。メッシュを選択して、間引きボタンをクリックします。今回は
引率を 80% に設定して実行してみましょう。すると面の粗さがかなり目立ってきました。このメッシュのデータを見てみましょう。このように、各要素の数がかなり削減されていることがわかります。これが間引きコマンドです。次は、拡大縮小コマンドについて説明します。まず、対象となるメッシュを選択します。そして、拡大縮小ボタンを押します。すると、倍率を設定する画面が表示されますので、今回は2倍に設定し、OK を押してみましょう。すると、このようにメッシュが2倍に拡大されて表示されます。それでは元に戻し、縮小を行ってみます。メッシュを選択し、拡大縮小ボタンを押します。そして倍率に 0.5 を入力し、OK を押します。すると、このように1/2に縮小することができました。これが拡大縮小コマンドです。